皆さん、こんにちは。このコーナーの内容は本から引用しています。自由と愉快の国、著者、オリビア・ウィルソン。自由の国、陽気な家庭を購読するために歓迎します。独占著作権。第4章、大恐慌希望と熱い食事で生き残る方法。大恐慌はアメリカにとって厳しい時期でした。仕事は少なく、食料は不足しており、人々は生計を立てるのに苦労していました。しかし、そのすべてを通して、たとえそれが希望とホットドッグの食事で生きることを意味したとしても、人々は生き残る方法を見つけました。はい、そうです。ホットドッグは、大恐慌の間、数少ない手頃な価格の食品の一つでした。それらは安くていっぱいで、家族を養うために伸ばすことができました。人々は、茹でることから揚げること、直火で焼くことまで、様々な方法でそれらを調理しました。そして、ケチャップ、マスタード、デリッシュなどの古典的なホットドッグ調味料を忘れないでください。しかし、それは食べ物だけではありませんでした。人々は、困難な時期であっても、前向きで希望を持ち続ける方法を見つけなければなりませんでした。彼らはラジオを聞いたり、映画を見たり、本を読んだりして、日々の苦労から逃れました。そして、彼らは団結し、困難な時期を乗り越えるためにコミュニティとサポートネットワークを形成する方法を見つけました。これの最も有名な例の一つは、多くの人が景気後退のせいにしたハーバート・フーバー大統領にちなんで名付けられた貧民街であるフーバービルでした。これらのコミュニティは家を失い、見つけたあらゆる材料で作られた仮設シェルターに住んでいた人々で構成されていました。しかし、これらの困難な生活条件の中でさえ、人々は物事を最大限に活用する方法を見つけ、彼ら自身のコミュニティと希望の感覚を生み出しました。さて、あなたは、しかし、どうすれば希望とホットドッグの食事で生き残ることができるのか、と考えているかもしれません。そして、あなたは正しいです。それは簡単ではありません。しかし、大恐慌の人々はタフで基地に富み、彼らが持っていたものでやり遂げる方法を見つけました。そして、そのすべてを通して、彼らはユーモアのセンスを失うことはありませんでした。彼らは冗談を言ったり、話をしたりして元気を保ち、最も困難な状況でも大胆さを感じました。そして、彼らは美しい夕日や友好的な会話のような日常の瞬間に小さな喜びを見つけるでしょう。ですから、次にホットドッグを噛んだり、困難な状況に直面したりするときは、グレートデプレッシの人々を思い出してください。彼らは希望とホットドッグの食事で生き残る方法を見つけました。そして彼らは私たちも最も困難な時期でさえ強さと回復力を見つけることができることを私たちに思い出させます。大恐慌に由来する10の有名な料理。トーストにクリーム状のかけた牛肉、乾燥牛肉、小麦粉、牛乳で作った料理をトーストの上に添えます。揚げスパムンスパムは大恐慌の間に安価ですぐに入手できる肉であり、しばしば揚げられたり、キャセロールに使用されたりしました。フーバーシチュー、入手可能な野菜や肉で作られたスープで、多くの場合ホットドッグが追加されています。コーンブレッドと豆、コーンブレッドと様々な豆で作られたシンプルで安価な料理で、風味を高めるためにハムやベーコンで調理されることがよくあります。うつ病ケーキ、卵、牛乳、バターを使用せずに、代わりに酢、重曹、糖蜜などの材料を使用して作られたケーキ。ポテト、パンケーキにすりおろしたじゃがいも、小麦粉、卵で作られた料理で、アップルソースやサワークリームを添えることがよくあります。スパムと卵、揚げスパムとスクランブルエッグで作られた朝食料理。アップルバターリンゴ、砂糖、スパイスで作られたスプレッドで、
後で使用するために缶詰にされることがよくあります。トマトスープケーキ、トマトスープ、小麦粉、砂糖で作られたケーキで、クリームチーズのフロスティングがよく添えられています。エッグドロップスープ、チキンブロスと溶き卵で作られたシンプルなスープで、醤油とごま油で味付けされていることがよくあります。皆様、ご視聴ありがとうございました。この番組は独占的にライセンスされています。